長野の事務所ですね。一応社内では長野ファクトリーって言ってるんですけど、あれなんかと比べちゃうと、スピードも十分出るし、めちゃくちゃ渋滞してましたね。3時間かかりました。今スーパーの隣で飯食ってます。飯食っとるんかい。おー、ナイスプレー。おかしいぞ、様子が。こんにちは、レイト開発の K です。今回の動画はですね、8月の5、6に開催されたフィールアースっていう、アウトドア向け、アウトドアのイベントがあったんですけれども、そちらに出展してきて、で、そこに、初めてですね、軽トラで行ってきたので、なんていうか、主に軽トラで行ってきましたっていう動画になります。で、そのイベントの様子っていうよりも、もう僕が、行きと帰りは一人だったんですけど、その一人で行って帰ってきましたよっていう、なんか、ちょっと実験的な感じなんですけど、そういう動画になります。で、ちょっと初めてこんなような動画を作ってみたので、ちょっとあんまり面白くないかもしれないんですけど、よかったら見てください。ラジコン系の動画になります。で、今もう映ってますけど、軽トラですね。このマシーンで行ってきたんですけど、ダイハツのハイゼットジャンボっていう、マシーンなんですけど、ちょっとこれもうイベントに向かう日の朝、イベントは5、6だったんですけど、移動日は、4だったんで、前日前乗りってやつですね。で、その日の4日の朝です。で、これなんて言うんですか、ホロっていうのかな。僕これ初めて使ったんですけど、なんかもう作業結構進んじゃってますけど、こんな感じですね。パラコードっていうやつを、映った。このパラコードっていうやつを使って、で、ホロは、一応Amazon の方で、ダイハツハイゼットジャンボ用っていうやつがあって、このグリーンのやつですね。ちょうどいい色のやつがあったので、これを使って、こう、縛って、荷物を積んで、それが簡単に落ちたりしてしまわないようにして、向かったと。はい。で、これ、見てください。このスタートボタン。今時の軽トラですね。このボタンでエンジン。まさか軽トラでこのボタンでエンジンをかける日が来るとは思わなかったですね。で、当然、長野県から、当然というか、目的地が山梨県の、ふもとっぱら。富士山のふもとにあるふもとっぱらキャンプ場っていうところだったので、当然、高速移動ですね。で、この高速で、軽トラで、こう、荷物満載で、こう、長距離移動するっていうところですね。これが今回初挑戦って感じだったんですけど、こんな感じで、とりあえず高速ですよね。高速乗って、で、ちょっとやりたかったことがあったんで、今回、こう試してみたんですけど、車にカメラを車載した状態で運転しながら喋ってる人いるじゃないですか。ちょっとあれをですね、僕もやってみました。とりあえず高速乗ってサービスエリア早めに止まってですね、今回初めて使ったホロとバンジーコード、これがちょっと心配だったんで、それをしっかりこれですね確認して、でここでカメラを車載して、録画状態にした状態ですね、ちょっと撮ってみたのがここからですね。はい、というわけでこれ初めてですね。初めてっていうのは車にアクションカムなりなんなり、カメラをつけて喋るっていうでも YouTube とか見てると結構いるじゃないですか。車のレビューみたいのをやってる人はもちろんですし、あとはなんていうんですか、結構意識高い人っていうか普段お忙しくされてるんだろうなっていう方が結構車乗りながら喋っちゃうみたいな、そういうのやってると思うんですけど、ああいう人たちってこうやって撮ってたんだなみたいな。車のダッシュボードの辺に今カメラを固定して撮影してるんですけど、運転しながら喋ってる人たち
まあ、僕はこんな風にたまにですけど、普段からそういうのをちょくちょくやってる人たち、すごいなと思いますね。なんていうんですか、そのモチベーションっていうか、車を運転して移動する時までカメラを回して喋るモチベーションすごいなみたいなで、今回ちょっとこんな風に車で移動しながらその時も喋ってみるみたいなのを試しながら、イベントですね、イベントに向かってるんですけど、ナビがうるさいですね今回ですね、フィールアースっていう、こういうアウトドア系のイベントに参加するっていうのはもううちとしては結構おなじみなんですけど、今回この軽トラでですね行くっていうのは初めてなので、どんなもんかなと思って、まだまだ長野の事務所ですね、一応社内では長野ファクトリーって言ってるんですけど、長野ファクトリーを、出発してどうかな、1時間ぐらいなので、まだまだ始まったばかりというか、行き道の真ん中ぐらいっていう感じなんですけど、やっぱり、この軽トラハイゼットジャンボですね、比較的というかもろに新しい車種なので、楽は楽ですね。何の問題もないです。で、結構今回荷物がどうでしょう、さすがにちょっと正確な重さまでは分かんないんですけど、どうですかね、100キロ以上は積んでると思うんですけど、全然普段空で乗ってる時に比べたら全然車体も運転していて、重い荷物積んでるなって感じるぐらいの、重さなんですけど、全然問題なく高速道路もですね全然走れます。ただ軽トラは軽トラなんで、すごい静かですよとかめちゃめちゃ安定してますよとかっていうのは、その車格の大きいエンジンも大きい車に比べたらそれは軽トラなんですけど、普通に軽トラですけど、今までうちも実家の方でですね、そもそも田舎なんでナビが結構うるさいですね、やっぱり実家の方が田舎なんで、もう子供の頃から軽トラは実家に1台はあるんですよ。で、子供の頃から助手席に乗ったり、免許取ってからは実際に自分が運転したりっていうので、結構いろんな軽トラ乗り継いできたというか経験してきたんですけど、やっぱり当たり前ですけど一番新しいんで、今までの軽トラの中では一番いいですね。で、実際普通の車と比べてどうよっていうと、軽トラは軽トラかなと。ただやっぱりいろんな装備が普通の車と一緒なんで、だってエンジンボタンでスタートするし、ミラーも電動で格納するし、あとなんだっけ、僕は普段家族用で乗ってる車、フィットさんに乗ってるんですけど、もうそれに比べて豪華な装備がついてるぐらいですね。前の車衝突安全装置っていうんですか、お釜掘りそうになった時に停止してくれるみたいな、それもついてるし、あと今日高速乗ってすごい効き目が分かったんですけど、車線からはみ出しそうになった時に勝手にハンドル動くやつあるじゃないですか。あれもついてて実際効いてましたね。ちょっとびっくりしましたけど、車線変更するときに多分あなたはみ出しそうになってますよってちょっと勘違いしたと思うんですけど、なんかハンドルが急にグッグって戻ろうとしてたんですよ。もう少し力入れれば全然動くんですけど、そういう装備なんかもついてて、快適ですね。で、ジムニーさんいるじゃないですか、 JH1 のうちの車用車のジムニーさん、あれなんかと比べちゃうと、スピードも十分出るし、100キロ巡航ちょっとエンジンうなりますけど全然できますね。で、90キロぐらいだったら本当に全然静かに走れるなぐらいの感じで走れちゃいます。ジムニーさんは90キロ巡航が限界ぐらいかな。100キロ巡航はもう車がずっとうなってる状態、マーンっていう感じなんで、
とても普通の精神の人は100キロ巡航はできない車だと思うんですけど、80キロが安心して巡航できる速度かなっていう感じなんですけど、この軽トラの場合は、同じ軽ですけど、排気量一緒ですよね。660同士で排気量も一緒だと思うんですけど、80キロ巡航はもう余裕、全然余裕ですね。そのミッションも CVT っていうので、もう軽トラでついに CVT が出てきたかと思ったんですけどね。結構高速道路とかで結構威力発揮してんじゃないかなって思います。正直アクロ走行みたいなのはどうなのかなと思うんですけどね。だって結構違うとは思うんですけど、すごい原理、なんていうんですか、根本的な原理としては、スクーターみたいなもんじゃないですか、CVT って。なんかあれですよね、ベルトのプーリーがだんだんサイズ変わっていくみたいな、なんかそういうやつですよね。なので、なんかアクロ走行みたいなので酷使した時に滑っちゃったり壊れちゃったりしないのかなみたいな、ちょっと心配なんですけど、こういう平らな高速道路みたいなところをビューンと走る分には非常に乗りやすいですね。で、だいぶ車の話になっちゃったんですが、いっか。今回軽トラでイベントに行ってみましたっていう動画なんで全然いいですよね。で、今回ですね、その場所は、フィールアースっていうイベントで、ふもとっぱらって言って、ご存知の方が非常に多いと思うんですけど、富士山のふもとのすごい大きい原っぱがあって、そこにふもとっぱらっていうキャンプ場があるんですけど、そこで開催されるイベントで、当然僕は長野県から、長野ファクトリーから向かってると。で、東京組ですね。ウッド社長、あとはマーケの K さんで、今回もう一人、動画内で何て呼ぶか名前決めてないですけど、もう一人普段ですね、全然、動画とかに出るような業務ではない業務を担当してる子がですね、来るんで、3名が東京組で、東京の方から来るんですけど、で、場所が、山梨なんで、富士山なんで、僕は一人で向かってるんですね。で、3人は東京から向かってくるんで、現地集合、ほぼ現地集合か、近くのスーパーで集合っていう風になってるんですけど、ちょっと移動がですね、僕以前東京というか、住んでたのは神奈川なんですけど、神奈川に住んでて、東京の会社で普通に仕事をしてた頃は、当然イベントっていうと、大体ウッド社長とマーケの K さんと僕と3人でですね、一緒に現地に向かってたんですけど、引っ越してからはですね、多分今回2回目ぐらいかな、2回目ぐらいなんですけど、こういうイベントに行くってなった時は、僕は一人移動なんでちょっと寂しいんですけど、車の運転自体は結構好きなんで、全然、一人旅なら一人旅で全然問題ないとか、それはそれで楽しみながら行けばいいかなっていう感じなんですけど、せっかく今向かう途中で車内ですね、一人で暇は暇だったので、ちょっと初めての試みで車を運転しながら撮るっていうのをやってみました。どうなんだ、音声とか大丈夫なのかな、ちゃんと聞こえてるのかがちょっと心配なんですけど、今回は軽トラでやりましたけど、ちょっと引き続きですね、車用車の JA11 のジムニーとか、ああいうのもですね、車としてはあっちの方が面白いので、あっちの方でもまたこんな感じで、カメラを車載して、でちょっとこう喋りながら、ダメか、あれうるさすぎるか、ちょっとあれだとうるさすぎるかもしれないんですけど、こんな感じでカメラを車載して面白い絵が撮れたらいいなーなんていうふうに思ってます。じゃあ、ちょっとあんまり喋ってても運転が危ないので、これで一旦運転しながら映像は終わって、あとはですね、現地に着いたところからまた、イベントに参加した様子ですねの方をお届けできればなというふうに思ってます。で、今ちょっとインター降りて気づいたんですけど、
時間が結構ギリギリだったんで、なんかインター降りてから美味しいラーメン屋でもみたいな思ったんですけど、全然間に合わないと思うんで開けちゃった。おにぎりですね。今日外作業が数時間あるんで、設営ですね。ブースの設営が数時間あるんで、大きいおにぎりと、天気ちょっと心配なんですけど、まあ炎天下の恐れもあるんで、梅ですね。これ食べていきます。はい、食べました。じゃあ本当にあと10分ぐらいしかないんで向かいます。はい、じゃあ行きましょう。これですね。懐かしいな。みんないるかな？いないな。ウッド社長から連絡が、めちゃくちゃ渋滞してましたね。3時間かかりました。今スーパーの隣で飯食ってます。飯食っとるんかい。時間になったら行きますね。あ、でも13分前ですね。あ、マーケの K さんからも連絡がありましたね。連絡が入ってましたね。ちょっとだけ遅れそうなので、先に買い出ししてもらえると助かります。そんなに急がなくてもよかったんじゃないかっていう。あの人ウッド社長かと思ったら違う。ウッド社長来ないな。あ、来た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 。多分あれだ。来た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 。お疲れ様です。なんか焼けましたね。いや、農作業のせいですよ。お久しぶりです。マーケの K さんまだ来ないんで。まだ来てないです。はい。久しぶりだね。買い物先にしちゃいますか。そうですね、なんか先に買い物しててほしいって。じゃあ、ちょっとボンゴ止めてもらっていいですか？これボンゴ良くないですか？ボンゴいいっすね。あれ、変な色のカングーは、マーケの K さんもちょうど来ましたね。上になんか積んでますよね。なんか、いつも船なのに。ボンゴいいっすね。でもあれなんですか。鍵式なんですよ、全部、すべて。あ、オートじゃないと。オートじゃないです。パーキングで一回サイドのドアが全部開いたんですよ。そのまま走って寝袋越し。いろいろアナログなんですよ。お疲れ様です。こっち何にも混んでなかったっすよ。みんな疲れた。ステーキ食べるの？何食べるの？どうなんですか？いつもどうしてます？生きることができればいい。じゃあ買い出しはこれで以上で大丈夫ですか？このカゴに対してのこの少なさ。足りるかな？ 2泊3日だっつって何かが足りない気がしますね。水じゃないですか。あ、水か。裏ボックスいっぱい買えた？いっぱい買えた？いっぱい買いました。美味しそうなお肉買えた？買いました。よかったね。はい。ありがとうございます。今回初だもんね。そうです。大変だけど楽しみながらやりましょう。ありがとうございます。はいお願いします。いや、ボンゴいいっすね。スタイリッシュ。ちょっとボンゴ買おうかなと思って。うん。いいな、本当に。可愛いんだよな、なんかこの船みたいで。はい、じゃあ合流して買い出しもして、スーパーにおにぎりなかったのでコンビニでおにぎりだけ買って、出発ですね。あとここから30分ぐらいですね。到着ですね。普通入るところよりもだいぶ手前で今回ちょっとイベントっていうので
前から入る感じですね。ちょっと天気心配してたんですけど、若干ポツポツ降ってきてますね。だいぶ曇ってるな。うちはここですね。これから設営です。じゃあまず一息つきますか。じゃあ一回一息つきましょう。さあ一息ついて。これ持ちましたね。途中で取れることなく無事に到着です。何もなくなってない。オッケー。相変わらず満載だな。はい、相変わらずマーケの K さんの玩具めちゃくちゃ荷物満載だったんですけど、ここからですね、今回3台あったので、そこからどんどん荷物を下ろして、この日は最初の日、最初の日というか、イベントは5、6で、これはその1日前の4日なので、ここでですね、もう、移動日兼設営という形で、もうどんどん荷物、資材下ろして、うちの場合はブースに WPL のラジコンのコースを設営しますので、それをどんどん作っていったっていう感じですね。でもう走ってる。これですね、このもう走ってたイベントあるあるなんですけど、設営日なのにもう走ってるっていうのがよくあるんですよ。あ、そうなんだ、ありがとう。うちこれのラジコン屋さんです。後で俺のマシンと戦おうぜ。うちのタクちゃんがはしゃいでますね。嬉しいですね。最初の頃なかったんですけど、今イベント行くと、イベント当日はもちろんなんですけど、前日、つまり出店される方もこうお子さん連れの方も結構いるので、こうやってお子さんが持ってたり、あとおじさんが持ってることもよくありますね。記憶がこの日焼け跡がヒントですよ。はい、でもうここからございませんですよね。ちょっとふざけてるように見えますけど、たった今曲げました。真面目に楽しく設営をすると。オッケーオッケー。ネジは今回つかみ取りになってるんで。やったー。目標完成時間は4時？あ、5時？4時半。じゃあ4時ぐらいからおビールですね。テントもやんなきゃいけない。そうだ、テントも作んなきゃいけない。あ、やってしまいました。転倒しました。撮影してるのに？すみません。見逃してください。はい、今タクちゃんが設営中に撮影してるカメラを倒していじられてましたけど、でここからはもうどんどん早送りで設営はいっちゃうんですけど、このたまたま早送りしたら上の雲がすごいなと思ったんで、そんなに意味はないんですけど、このシーンちょっと長めに入れました。すごいですね、これふもとっぱら富士山ちょっとあいにくこの日はまだまだ全然見えない状態だったんですけど、雲がすごい近いところで曇っていて、こんな感じでした。ちょっと寝てみ。であとはテント設営して様子がおかしいよ。飯食って寝るという感じなんですけど、本当にタクちゃんがコットのセッティング初でなんか変でした。全然違いますね、本当に。分かった、さっきの様子がおかしいの。やりました。なんかダルダルで寝てたんですよ、ね。様子がおかしかったでしょ。体を包むベッドでしたもんね。ねえ、埋まってたじゃん。いや、全然違う。カチッてやるとピンピンになるでしょ。そうですね。そっちの方どう？さっきの方が寝やすい？トントンですからね。トントン。どうする？どっちで寝る？めんどくさいからこっちって感じです。もう直すのめんどくさいからそれにする？しょうがないからこっちにします。オッケー。ください。はい。でちょっと動画編集しててびっくりしたんですけど、
思ったよりまた、いつものことかもしれないですけど、またまた長くなっちゃいましてこれはもう前編という風にするしかないなというので、ちょっとこの辺までですね。まあ確かに。とにかく初日ですね、軽トラで荷物満載で向かってみて、みんなと無事合流して、で設営、設営大変なんですけど、頑張ってやった分ですね、待ってました。いつもこういう晩飯がうまいと。メインの目的はキャンプじゃなくてイベントなんで、結構いつもまだ待つ簡素っていうか簡単に済ませてしまうんですけど、この日は一応火も焚いてお肉焼いてナイスプレ食べたと。ータクちゃんナイスプレーいいよ。次どうするの？待ちます。あ、待つんだ。でタクちゃんが初めての参加だったんで、まだ結構みんなにいじられてましたね。いいじゃない。ひっくり返していく。繰り返していく。ナイスプレー。すごいな。絶対うまいじゃん、こんなの。こっち弱いから。本当だ。おかしいぞ。でこれも翌日イベント当日朝なんですけど、ちょっとおまけ映像って感じで、これまた詳しく別の動画でやりますけど、すごいですよこれ。ちょっと今回前編で、ここまでですね。また後編もやるんで、よかったら見ていただければと思います。では今回の動画以上ですね。ご視聴いただいてありがとうございました。